緊急速報。ある女子中学生が放課後の理科室で昏倒し、深刻な記憶障害と時間感覚の崩壊を訴えています。当局は現場から消えた自称未来人の行方を追っていますが、被害者の心に残されたのはラベンダーの香りと二度と埋まらない初恋の喪失感だけという、あまりにも残酷な青春の完全犯罪です。始まりました、国語対話。見てください猫さん、私の自信作。時をかける少女のラベンダーの香りに包まれる名シーンです。尊いですよね。MCC、 この紫色の不気味な煙は毒ガスですか？実に見事な伏線ですね。これ癒しのアロマですよ。乙女の夢じゃないですか。いえ、これは薬物実験による昏睡のメタファーでしょう。未来人が持ち込んだ未認可植物によるバイオハザード、そしてバイオハザードって何？被験者の脳から記憶データを削除し証拠隠滅を図る完全犯罪のログがこの絵には克明に。はいはい、時間切れ。怖いから本編行くで。スタート。さあ猫さん、まずは事件の発端、放課後の理科室から検証していきましょう。ここで主人公の和子ちゃんは実験室の掃除中に奇妙な香りを嗅いで倒れてしまうんです。初手から危機管理能力が欠如していますね。生徒だけで劇薬庫のある部屋を清掃させるなど、現代の学校運営ガイドラインでは即刻アウト。教育委員会に通報案件です。もう掃除当番ですよ。青春の1ページじゃないですか。そこで彼女はラベンダーの香りに包まれて、これぞ物語の幕開け。学術的にはそれを急性薬物中毒と呼びます。換気不十分な閉鎖交換で正体不明の揮発性物質を吸引し昏倒。実に見事な労災フラグですね。ちょっと待って、労災って彼女は働いてるわけじゃないですよ。学校管理下での事故は学校側の責任です。本来なら救急車を呼び警察による現場検証が行われるべき事案ですが、なぜかスルーされている。隠蔽体質を疑います。あかん、黙ってられへんくなってきた。管理責任者の先生はどこおるねん？おそらく職員室でお茶を。お茶飲んでる場合か？生徒が倒れとるんやど。ガスマスクもなしに子供を現場に放り込むとか、安全配慮義務はどうなっとんねん？おっしゃる通りです。完全にブラックな現場環境です。興奮。失礼しました。でもその事故のおかげで彼女はテレポーテーションとタイムリープの能力に目覚めるんです。脳神経系へのダメージによる幻覚ではなく物理的な時間跳躍ですか。これはサーバーの管理者権限を不正取得したバグ挙動ですね。トラックに衝突しそうになった瞬間、昨日の朝に戻って命拾いするシーン、ハラハラしましたよね。いわゆる死にゲーのリセットマラソンです。即死イベントを回避するために直前のセーブデータをロードし直したに過ぎません。必死に生きようとしてる子をゲーマー扱いしないでください。奇跡的な回避能力じゃないですか。いえ、これは重大な不正アクセスです。物理法則というメインサーバーのログを勝手に書き換え因果率を歪めている。アカウント番対象ですよ。厳しすぎるわ。命が助かったんやから結果オーライでしょうが。乱数調整で無理やり生き残ってもバグデータが蓄積して処理落ちしますよ。現に彼女、精神的にかなりラグが発生していますし。ラグって言うな。そして物語は革新へ。謎の転校生深町和夫くんの正体が実は未来人ケン・ソゴルだったと判明します。出ました。時空を超えた産業スパイ、あるいはバイオテロリスト。人聞きが悪い。彼は未来になくなってしまった植物ラベンダーを採取しに来た熱心な研究者なんですよ。いけませんね。未来から過去への外来種持ち込みおよび遺伝資源の無許可採集です。生態系を破壊する恐れがあります。パカがお花でしょ。純粋な学術調査じゃないですか。検疫を通していない生物を理科室で生成し、その副産物で現地住民を中毒させた。これは明確なカルタゲナ法違反および傷害罪です。法律持ち出すのやめて。彼は薬を作るのに必死だったの。無資格での医薬品製造は薬機法にも抵触します。時空検察が機能していれば即座に身柄拘束、懲役刑は免れませんね。自分勝手な理屈並べて、あんたあれか？人の家の冷蔵庫勝手に開けて賞味期限切れてるでって説教するタイプか？私はただコンプライアンスの遵守を。管理責任者の先生はええけどな。よそ様の時代に来るならスリッパくらい履き替えんかい。礼儀がなっとらんのよ、礼儀が。ごめんなさい。入国審査を受けずに不法滞在してました。そして最後、彼は未来へ帰るために和子ちゃんや周囲の人々の記憶を消去します。これが最悪の別れです。極めて事務的な証拠隠滅処理ですね。プロジェクト終了に伴う機密契約の萎縮、あるいはデータの完全消去です。
そんなパソコンのゴミ箱みたいに言わないで。2人の淡い恋心まで消えちゃうんですよ。情に流されてログを残せばタイムパラドックスというシステム障害を引き起こします。目撃者の口封じは工作員の基本動作でしょは？工作員？あんた今あの子の初恋を口封じって言うたか？う。いえ、ロリックとしては損切りに近いかと。損切りやと？人の心をもてあそんで用が済んだらフォーマットしてさよならか。お前の血は何色や？非効率的な撤退戦略です。アフターケアもなしに未来帰ってノーノーと暮らす気か？慰謝料おてけボケ。被害者のメンタルケア代意味揃えて払わんかい。予算オーバーです。恋愛感情は経費で落ちないんです。そんな話じこれで全データ削除完了ですね。ゃあまりにも救いがない。気を取り直して次回は作品の核心テーマ分析に迫ります。さて、ここからはおなじみの裏コーナー、ネットの反応を見ていきましょう。現代の読者はこの甘酸っぱい青春をどう受け止めたのか。あれ、なんか文字が赤くて怖いんですけど。甘酸っぱい？いえ、これは生存競争の記録ですから。さあ MCC、 現代この冷徹なコメントを読み上げてください。感情を捨ててログを出力するように。読みますね。まず一つ目、理科室に勝手に入るとかセキュリティ意識低すぎわろた退学案件。正論ですね。劇薬管理エリアへの不法侵入は現代なら警報が作動して即通報です。界隈の常識ですね。次です。謎の煙を吸い込むとか危機管理能力ゼロ、自然淘汰されても文句言えない。グーの根も出ません。化学兵器かもしれない機体を吸引するのは FPS で言えばノーアーマーで戦場に出るようなもの、地雷プレイです。辛辣すぎる。次、ケンソゴルとかいう未来人、やってること完全に産業スパイで草、ラベンダー泥棒オツ。実に見事な伏線回収です。知的財産権の概念がない未来から来た資源略奪者という解釈ですね。ロア、設定の深読みとしては100点満点でしょう。最後これひどくない？記憶消去は証拠隠滅、都合が悪くなったらリセットとか運営のクソ対応じゃん。おや、確信をつきましたね。ユーザーの同意なしにセーブデータを削除する行為は消費者契約法違反の疑いがありますから。みんな心が冷え切ってる。ラベンダーの香りより世知辛い世の中の匂いがします。これが現代のリテラシーですよ。しかし MCC、 なぜ文部科学省はこのように理不尽で救いのない物語を長年教科書に掲載し続けていると思いますか？それはやっぱり青春の輝きとか命の大切さを教えるためじゃ。いいえ、学術的には隠れたカリキュラムと呼ばれます。これは国家規模のある種の洗脳プロジェクトなんですよ。洗脳？ちょっと猫さん、チャンネルバンされますよ。考えてもみてください。主人公は特殊能力を手に入れますが、最後には権力者である未来人に全てを奪われ、記憶すら改ざんされて元の日常に戻される。まあ言われてみれば何も残ってないですけど。これすなわちどれだけ個人の能力が高くても組織の論理には勝てないという学習性無力感の植え付けです。夢も希望もない解釈。将来ブラック企業で理不尽な転勤やリストラを命じられた時、はいと従順に受け入れる社畜を作るための早期英才教育なんですよ。やめて、学校を社畜養成所みたいに言わないで。先生たちは一生懸命なの。ですが MCC、 その教育システムが見事に成功した実例がここにいる我々ではありませんか？私たち？思い出してください MCC、 私の大学院時代を。誰にも読まれない論文を書き続けて学会の隅っこで壁の花になっていたあの日々を。私の青春という時間は誰の記憶にも残らず、ただ無として消費されました。やめて猫さん、それ以上は古傷が。吉山和子はまだマシです。彼女には誰かを待っているという感覚が残った。しかし我々には待てど暮らせど成功という未来人は現れず、気づけば同級生たちは家庭を持ち、私だけが時空の迷子。わかります。私だって君なら売れるよっていう大人の言葉を信じて、来る日も来る日も誰もいない握手会会場で笑顔を振りまいて。おやおや、 MCC も待ちぼうけのプロフェッショナルでしたか。ファンレターが来ないから自分で自分宛てに応援してますって手紙書いて、それを読んで泣いた夜。あの虚無感、和子ちゃんの方がマシですよ。彼女の記憶は消されたけど、私の黒歴史はネットの海に永遠に残るんですから。我々はケン・ソゴルという名の成功に騙され、青春というリソースを空飛した被害者同盟、取り返しはつきませんね。笑ってるじゃないですか。もう嫌だこの世界。猫さん、この絶望的なループから脱出するライフハックはないんですか？ありますよ。筒井康隆から学ぶ精神防護術、名付けて認知的不協和ハッキングメソッドです。あるんですか？教えてください。パラレルワールドへの逃避です。仕事で失敗した時、あるいは誰にも相手にされない時、強く自己暗示をかけるのです。
今自分は失敗した時間軸にいるだけだ。本来の私は別の世界線で大成功していると。うわー、それただの痛い人じゃないですか。小気道を保つためです。さあ MCC、 あなたも私は今ドームツアー満員の世界線からたまたまこの過疎チャンネルに迷い込んだだけと思い込むのです。無理や、虚しさが倍増するわ。でもそうでも思わんとやってられないのも事実やな。おや、そろそろお時間です。この世界線での評価を確定させなければ。皆さん、これが私たちの生存戦略です。ロマンなんてどこにもありません。というわけで、せめてこの世界線だけでも人気者になりたいんや。チャンネル登録と高評価ほんまに頼むで。これ変わらんかったら私の精神が分解して時をかけるメンヘラになってまう。にゃん。